変化の連続であり刺激の連続であり、もう楽しさが詰まってますね。死ねとかクソがってやっぱ言うキャラクター僕多いんですよ。実際本当にヒンメルがブチギレた時はですね、まさかのクソって使うんですよ。なかなかないんですよ、声優さんがですね服の中にですね風船を入れて膨らませるとか、これはもうお金じゃ買えない体験、とても素敵な生活をさせてもらってる気がしますね。本日はですね、もう私の大好きな声優の方にお越しいただきました。もう早速もう隣に立っていただきたいのでお呼びしたいと思います。こちらの方です。お願いします。どうも岡本信彦です。お願いします。岡本さんにお越しいただきました。お願いします。ご無沙汰しております。お久しぶりです。嬉しい、覚えててくださって。もちろんですよ。X 見てますから。ちょっと待って、もうありがとうございます。変なことつぶやけないな。ちょっとタイトルコールをお願いしてもよろしいですか。じゃあ私があちら言うので下の方を読んで。わかりました。嬉しい。それでは参ります。伊藤亮の声優一刀両断。一刀両断された。岡本さんの演じるキャラクターってそれこそヒロアカのかっちゃんとかもそうなんですけど、結構こうなんでしょう、野蛮って言ったらあれですけど、はつらつとしているとか、結構こうなんでしょうね、男勝りというか喧嘩っぽいとか、死ねとかクソがってやっぱ言うキャラクター僕多いんですよ。実際なんか喧嘩っ早いキャラクター多いじゃないですか、岡本さん演じられるキャラクター。僕はもうそれに魅力を感じてるんですけど。ありがとうございます。想像のフリーレンについてお伺いしますが、どうですか、こうヒンメルを演じると聞いた時の心境は。勇者っていうものに僕自身ずっと憧れがありまして、子供の頃から僕一番って苦手なんですけどこれ言い方ちょっと難しいですね。学校の成績でも一番手とか苦手だったんですよ。で2番手が好きだったんですね、ずっと。なるほど。なんでかというと2番の方が一番目指すべきものがいるっていうのがすごい嬉しかったんですけど、でも勇者は倒すべき存在がやっぱいたりとか、魔王っていう存在がいるからこそこう一番手って感覚がないのかもしれなくてですね、だからこそこう勇者ってものに憧れがありまして、でいうとヒンメルは僕にとってもしかしたら一番理想の勇者像なのかもしれなくてですね、強いから勇者ってとか守るから勇者っていうのが今までやってきた勇者だったりするんですけど、結構人と人とのつながりの対話の中で、この人勇者って言われなくてもなんかついていきたくなるなとか、こう人望があるって言ったらあれなんですけど、一人の人間として尊敬できる人がヒンメルかもしれないですね、僕の中で。そうですか。でさらに言えば愛嬌もあって目指したい人だなって思わさせてくれる方ですね。今回のフリーレンのヒンメルを聞かせていただいた時に、なんて優しい勇者を演じられているんだろうと思ったんですね。役作りってどうされましたか？役作りは難しくてですね、僕イケメンだろって結構言ったりするんですよ、ヒンメル自体が。で自己肯定感めちゃめちゃ高いキャラクターなんですよね。なんでそういう部分もあったり、この作品がファンタジー作品っていうのもあったりしまして、勇者前としようとして最初お芝居をしようと思ったんですけど、現場に行った時にフリーレンだったりとかアイゼン、ハイタの声を聞いて、マイク前に立った瞬間にそういう作品ではなく、もっとこう日常的なこうリアリティあふれるお芝居の方がいいんだなというのをまず感じまして、デフォルメをすることをあんまりしないようにしたんですよ。どれだけ自分がかっこいいだろう、どうだ僕かっこいいだろうっていうシーンもこうキザにやるんじゃなくて、本当にかっこいいと思ってるから言ってるぐらいのお茶目さんみたいなものが出たらいいなって思いつつやらさせてもらいつつ、ベースにあるのはそこを知れないこう未知の強さだったりとか、かっこよさだったりとか、この人どういう人なんだろうっていうのが分かんない方がいいのかなっていうところで、あんまりヒンメルってこういうキャラクターだよねを見せないようにはしつつ、ただ優しさがどっからじゃあ出てくるかというと、フリーレンへの慈しみみたいなものが出たらいいなと思いまして、分かりやすく言うと慈愛を込めて延々フリーレンって言ったりとか、語りかけをしたりとか、
するように心がけてはありますね。ただ漫画を読んでみたら分かるんですけど、本当にヒンメルがブチギレた時はですね、まさかのクソって使うんですよね。いやそうですよね、そこはちょっとアクセラレーターとかかっちゃんとかその辺の彷彿とさせますよね。あ、来たっていう感じもありますけど、急に切れたりするんでね、フリーレン絡みで、そこでねぜひねご期待ください。確かに見てほしいです。クソガキって言ったりするんで、そうです、言わなさそうな勇者が言わなさそうな言葉を言うのがちょっとギャップ萌えなんですけど、そうなんですよ。それだから人間っぽいなって思いますね。びっくりしたのが私見させていただいて、はい、ヒンメルが年老いてね、はい、おじいちゃんになった時も、はい、あれ岡本さんですよね。やりました。はい、そうです。僕がローヒンメルもやらさせていただきまして、あれどうやられてるんですか。めっちゃ難しかったんですよ。本来であれば違う人がやったりすると思うんですよね。はい、ローヒンメル自体を岡本の声でいこうって制作人の方がゴーサインに出してくださったってことは、どこかしらにヒンメルっぽさがあった方がいいんだろうなっていうふうに思いまして、はい、デフォルメしすぎないように心がけまして、でディレクターさんからもヒンメルの声のまま置いてくれって言われたんですよ。それが難しくてですね。いや難しいですよ。別キャラでだったらいけそうな気がしたんですよね。なるほど。完全にデフォルメしてただのおじいちゃんにすればいけるかもしれないなって思ったんですけど、なかなかそれは難しい。どうやってヒンメルっぽさの中に入れようみたいな。で僕今までおじいちゃんを演じたことももちろんなかったので、初おじいちゃんだったんですか。初おじいちゃんなんですよ。だからこれは多分70、80だと思うんですけど、これはどうやろうみたいな、どうやったら重厚感が出るのかっていうのは、意識どう意識したかって言われると、何回も結構トライをさせてもらったものの、はいはい、魔王を倒したパーティーのその後みたいなものを思い返した時に、いろんな人に好かれてきっとニコニコしながら生きてきたんだろうなってことは、結構こう柔らかい印象はそのままなのかなとか、フリーレンと久々に会えて、でフリーレンと会えた喜びみたいなものもこう出るけども、その喜びはこう少年っぽさがやったー超嬉しいっていうのをストレートに読んだとしたら、おじいちゃんはもっとこう感情としては出さないけども、そこをなんか語尾、それこそ語尾とかワンセンテンスセリフがあったとしたら、ところどころにそういう嬉しさみたいなのがにじみ出るものなのかなみたいな、そのにじみみたいなものはこう意識するようにはしましたね。なるほど。でここからは少し声優岡本信彦について、本当ですか。はい、ちょっと追求させていただきたいんですが、岡本さんそもそも声優を目指されるきっかけっていうのは何があったんですか。2つあるんですけど、はい、大きく分けて、いろんなのあるうちの2つなんですけど、アニメが好きだったっていうのと、はい、もう1個が家にマイクがあったんですよね。それなんでかというと、親がですね、母親が目の不自由な方に、朗読をしているボランティアをしてまして、はい、で家にマイクがあって声優さんっていう職業がある、当時はナレーターなんですけど、ナレーターさんっていう職業があるっていうのは知ってましたね。そうですか。そこから少しアニメが好きだから声優さんやってみようかなっていうような。そうですね。その2つが合致して声優さんを目指したいなっていうのが多分岡本少年の中にあったんですけど、もっと言えば将棋のプロを僕目指したんですよ、もともと。はい、将棋のプロを目指してたんですけど、将棋のプロを挫折し、将棋って棋譜があって、君はこの一手がダメだったねっていう敗着の一手みたいなのが確実にそこら中に存在してて、これ良くないね、これ良くないね、これ良くないねっていうのが結構否定された感じがしてたんですよね。なるほど。でただお芝居っていうものは否定じゃなくて、それもいいよねの結構連続だったイメージでして、それは多分小学生の時のなんか演劇かなんかだと思うんですけど、そういうのを含めて声優さんに興味を徐々に持ち始めた気がしますね。なんでプロを辞めた瞬間にグワンと一気に声優の方に目指しましたね。その将棋をやめた瞬間に、じゃあ違うプロっていうふうに一気に切り替えることができたんですね。一気に来ましたね。中1、2年ぐらいまでは将棋のプロを目指してたんですけど、もう同期とかも師匠ができてたりとかして、もう完全に、プロを目指すって言っていいのかってレベルだったんですよ、僕の中で。アマチュア三段で中1とかってやっぱり遅いんですよね。そういうものなんですね。なんかもっともっともうみんなアマチュア5、6段とか、それこそ、都大会とか、東京大会、それこそ関西の方では優勝してるとか、そういうレベルの中1の人たちが
いるっていうのを現状目の当たりした時にもう無理なのかなっていうのは漠然と思ってまして、で中2中3あたりの頃からもう一気にガンと声優目指しまして、親にもその時に、声優になりたいから専門学校に行きたいんだっていう話をしまして、高校1年生は普通科の高校じゃなくてどっかそういう専門職を学べるところに行きたいって言った時に、それはやめてくれと。そうだったんですね。普通の高校もじゃあ行きながら二足のわらじで養成所っていうものがあるからそこに行きなさいっていうので、そうですね、両方学びながらどっちでも行けるようにしなさいみたいな。なるほど。将棋ダメだったでしょみたいな。だから声優もダメかもしれないから期限をつけてダメだった場合は普通の、自分のその時に出会ったなりたいものになりなさいみたいな感じになったんですけど、期限が結構苦しくて20歳までに、アニメのレギュラー取れなかったら、なしねみたいな。結構大変ですね。結構苦しい。今は考えるとよう慣れたなと思うんですけど、厳しい条件の中で勝手になれると信じたんですよ、漠然と。でそれ自体は今思い返すとただ何も知らないバカだったでしょうね。何も知らないからこそ何でしょうね、怖さも知らずに踏み込めていけてた自分がありますね。で慣れると信じてやってきたらいつの間にか慣れてたっていうのがあるんですけど、今言ってみて思うのはそこら辺の感覚っていうのはヒンメルと似てるかもしれないですね。なるほど。もう勇気突っ走っていこうっていう、いけそうな気がするって言ったらいけてるのがヒンメルなイメージで、確かにきっと倒せるで倒せた人みたいな、叶えられる人は必ず叶えられるんだっていうところから叶えたよみたいな人だと思うんですよね。それはすごい、確かに言われれば岡本さんのその感覚と似てるかもしれないですね。どうですか、それで飛び込んだ声優の世界っていうのは、声優という職業は岡本さんにとってはどうですか？もう変化の連続であり刺激の連続であり、もう楽しさが詰まってますね。もともとアニメも好きでしたし、アニメのキャラクターになれるなんて、自分がなれるなんてって思った時にやっぱりいろんな人生を歩まさせてもらってて、でしかもそれが非現実的なこういうフリーレンみたいな世界観みたいなものも追体験させてもらえるって通常の生活ではなかなかできないことをさせてもらってる気がするんですよね。これはもうお金じゃ買えない体験、とても素敵な生活をさせてもらってる気がしますね。そのもともとねアニメも好きな岡本さんから見て、今のこの声優人気って凄まじいじゃないですか。そうですね。どういうふうに捉えてますか？嬉しいのもあるんですけど、声優人気がメジャー化したからこそ、今もそうなんですけど、声優業以外もやっぱ増えたなと思いますね。そうですね。バラエティ番組でやられたりとか、そうです。夜にバラエティ番組やったりとかですね。拝見してます。なかなかないんですよ。声優さんがですね、服の中にですね、風船を入れて膨らませるとか。いや、そうですね。ASMR やったりとかいろいろやってらっしゃるじゃないですか。やってますね。そういった意味で幅が広がったと思いつつ、人気自体嬉しくて、いろんな声優像みたいなものが今後生まれてくるのかなっていうふうに思いますね。僕もあんまりいないタイプとは言われてきてはいまして、感情のラインっていうのをあまり分かんないまま声優さんのお芝居の勉強してた気がしますね。なるほど。喜怒哀楽って本来は過去にあった自分の感覚とかを引っ張ってきたりとかして泣いたりとか怒ったりっていうのをしたりするのが僕の養成所、最初の養成所に行った時の教え方の一つだった気がするんですけど、やっぱそれなかなか理解できなくて、僕の勉強法はもう人ってこうやって泣くんだ、怒るんだっていうのを人を見ながら勉強させてもらったりとかして、それを自分の中に取り入れて表現してみるみたいなところから入ってるんで、このキャラクターはこうやって泣くんじゃないかとか、そういうのを想像するのが結構好きな少年でもあり、今もそうなんですけど、なんでヒンメルが怒った時ってこうやって怒るのかなってイメージするのが好きですね。最後になるんですけど、岡野さんに伺いたいのが、さっき将棋のプロを目指されていた、夢を切り替えて今掴み取ったじゃないですか。そういう方って多いと思うんですよ。夢を目指している子どもたち、もしくは大人もそうですけれども、アドバイスするとしたらどんなことですか？そうですね、夢は諦めなければ必ず叶うんですよ。
で必ず叶うんですけど、この夢のこの分岐点みたいなものがどっかしらで変わる気はするんですよね、だからいろんな夢を持っといていい気がしますね。そしたら叶えられる気がしますね。将棋のプロを目指してたけど、アニメも好きだったし声優に興味を持って、ここが分岐点だったわけですからね、そうですか。いや、たくさん今の言葉で安心する子どもたちって多いと思うんですよ。これしか見えないってなってる子たちもいる中で、それもかっこいいですけど、なんか1個2個あっても良さそうですよね。僕も小学生の時そうだったんですけど、これしか見えないとかあったんですけど、中学生もそうだったな、これしか見えないに突き進んでいった時に、実生活なのか突き進んだこの旅路の途中なのか分かんないですけど、こういう職業も楽しそうだ、なんか絶対出てくると思うんで、それがまた夢につながってきたらいいなと思いますよね。もしかしたら私もこのまま突き進んでいったら分岐点が見えてきて違う方向に行くかもしれませんけれども。声優になりますか？なれません。こんないい声の方の前で。いい声じゃないですか。声優になったらその時はよろしくお願いいたします。いや、そんなマイク前で会いましょう、ぜひ。いや、ぜひよろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。